こんにちは。今日は家で眠っていた糸を使って少し大きめのバッグを作っていきます。私はこんな感じで、これをバッグの下の方、底とバッグの下の方、これは同じ色がもう一色あったので2本を一緒にします。で、これはこっちとこっちを合わせてバッグの上の方、こんな感じで編んでいこうかと思っています。針は 10.5 号、これが使用かぎ針の目安が7号、こっちは8号、これを一緒にして試してみたらこれぐらいでいいかと思います。で、7ミリでも大丈夫です。お使いになる糸に合わせてちょうどいいかぎ針で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まずサイズを決めます。これは約24センチ。中ぐらいのバッグにしたいときにはこんな幅で作って、こんな長さにして、でハンドルを作るといいかと思います。これでだいたい中ぐらいで、こっちは約35センチ、少し大きめのバッグになっています。で、肩にかけるサイズ、私はこれをもう少しだけ幅を広くして、で長さを冬物なので少し丸みのある感じがいいかと思うので、これを少し短めにして、でハンドルをつけて、こんなバランスで作っていこうかと思います。で、なので約30センチぐらい、30センチで編んでいくと、3周ぐらい編んだ時に35センチとか38センチとか、それぐらいになるかと思います。一回編んでみて、で様子を見て幅を決めていきます。まずこの2色を一緒にして、で鎖を編んでいきます。で、この鎖は少しゆったりと編んでいきます。1、2、3、4、5で30センチになるまで編んでいきます。で、今回細編みだけで編んでいくので、何の倍数とかは関係なく好きな長さまで編んでいきます。30センチ編んできました。次は細編みで1周します。今回3周だけ編んでいくので、あまり難しくありません。細編みをするので、鎖を1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、これが1つ目の細編みで、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー、同じところにもう一つ細編みで、この底を作るときにはこの裏山に針を入れた方がきれいに出来上がります。こっちに編んでいくと真ん中に隙間ができるので、この裏山に入れていく方がきれいに出来上がります。で、隣にも細編み、この端には細編み2つ、こっちで見てみると、これが最初に編んだ鎖、端の鎖に今細編みを2つ編みました。次からは1つずつ、反対側では3つ、
で、また一つずつ。スタート地点に戻ったら、一つ目の鎖にもう一つ。全部で3つにします。こっちも3つ。1周目はこんな感じで編んでいきます。で、今、ここに2つ。隣に1つ。次からも1つ。1つに1つずつ端まで編んでいきます。ずっと編んで、ここでは細編みを3つ。ここまで編んでいきます。端まで編んできました。端の鎖には細編み3つ。まず1つ目。1つ目には後で見分けやすいようにマーカーをつけておきます。これが1つ目。次は2つ目。2つ目を編むときには、この糸端を向こうに寄せます。この長い糸の下を通って向こう側。で、細編み。こうすると結び目が横に倒れてきれいに出来上がります。次は3つ目。3つ目を編むときには、今度はこの糸端を手前に寄せます。長い糸の下を通って細編み。こうすると、この細編みの下を通っていくので、糸端の始末が簡単です。次からは一つに一つずつ。まず、隣。この糸端は編みくるんでいきます。このまま一つに一つずつ細編みをして、このマーカーのついた細編みの手前まで細編みをしていきます。スタートしたところまで戻ってきました。最初の細編みの入っているところ、ここに最後の細編み。これは最初に2つ編んで、ぐるっと編んで最後に1つ。これを編みます。最初に編んだ細編みの入っているところ。これで端の鎖に細編みが3つ。こっちも3つ。で、最初の細編みに引き抜きます。これが最後の細編み。最初の細編みに引き抜きます。で、この糸は引き抜いた糸。これが最後の細編みで、これは引き抜いた糸。細編みではありません。で、後で細編みと混同しやすいので、この引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。これは細編みではないという意味です。次から、この3つ編んだ、それぞれに細編みを2つずつ。ここにも2つ。ここにも2つ。ぐるっと編んで最後の細編みに2つ。まず、この細編みに2つ編んでいくところから始めます。これが最初の細編み。ここに2つ。鎖1つ、
細編み。これが1つ目。同じところにもう1つ。ここにも細編みを2つ。1つ目、2つ目。次からは1つずつ編んでいきます。反対側のマーカーの手前まで編んでいきます。マーカーの手前まで来ました。次このマーカーのついたところでは細編み2つ。次も2つ。次も2つ。まずこのマーカーのついたところ。で、この1つに2つ編んだうちのこの中央よりマーカーをつけます。次また2つ。次も2つ。次からは1つずつ。この最後の細編みの手前まで編んでいきます。最後の細編みの手前まで来ました。最後の細編みにも細編みを2つ。まず1つ目、2つ目。ここは引き抜いた糸、細編みではないので、無視して最初の細編みに引き抜きます。これが引き抜いた糸、これが最後の細編みで、引き抜いたところにもう一度マーカーをつけておきます。で、これが一つに二つ編んだ細編み、この中央より長い方に寄っているところ、こちら側の細編みにマーカーをつけます。次はこっちで見ると、これが一つ目の細編み、二周目の一つ目の細編みはここ。今度はこの二つのうちのどちらかを二つにします。こっちを二つにしてもこっちを二つにしても大丈夫です。私はここを一つ、こっちを二つにしようかと思います。次もどちらかを一つ、もう一つを二つ、どっちにしても大丈夫です。見た目が良くなる方にします。こっちも同じ。こっちを二つにしたり、二つのうちのどちらかを二つにします。で、最後も二つ、一つ。こんな感じで一周します。まず、ここ、鎖一つ、細編みを一つ。一つ目にマーカーをつけておきます。次はここに2つ。で、次、ここに1つ。次は2つ。
これでこの範囲に細編みが2つ増えました。1つずつ編んで、ここでも2つ、この2つのどちらかを1つと2つ、次もこの2つのどちらかを2つともう1つは1つ、次もでこの範囲で細編みを3つ増やします。ぐるっと編んで、ここまで編んでいきます。マーカーの手前まで来ました。またこのマーカーのついた細編みとその隣、この2つのどちらかを2つにします。私はこの手前に細編み2つ、2つ、次は1つで、マーカーはもうつけなくても大丈夫です。次は引き抜いた糸、ここは無視して最初の細編みに引き抜きます。これで底が出来上がりました。今サイズは約35センチ。これぐらいのサイズで、あとは側面を編んでいきます。まっすぐ編んでいくので、あとはずっと一つに一つの細編みをするだけです。まず、鎖一つ。根元に細編み。で、見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も細編み。次も次も、このカーブのところでも全部一つに一つずつ。これからもずっと一つずつで一周します。一周編んできました。ここは引き抜いた糸。最初の細編みに引き抜きます。これで側面の1周目が終わりました。次は2周目。また鎖1つ、根元に細編み。次も細編み。このまま一つに一つずつ。ぐるっと編んで、最後はまた引き抜いて、鎖一つでぐるっと続けて編んでいきます。で、糸が残っていても違う糸に変えても大丈夫です。細いボーダーにしても可愛いと思います。お好みの模様にしてください。糸を変える方法は後で説明します。14センチ編んできました。糸がなくなったので新しい糸に変えていこうかと思っています。これが最後の細編み。これが最初の細編み。最初の細編みに針を入れて、これを新しい糸で引き抜きます。これが最初の細編み、最後の細編み。これで糸が変わりました。また鎖を編んでいきます。この糸端は編みくるんでいっても大丈夫です。これでまた一周編んで引き抜いて、また続けて編んでいきます。必要なタイミングでまた糸を変えてしばらく編んでいきます。
26センチ編んできました。これは少し使う時には引っ張られた状態になるので、ちょっと伸ばしてみてイメージした長さにします。お好みの長さ。ちなみに今横幅は約37センチ。次はマーカーをつけます。マーカーをつける位置は3つに分けて、真ん中は二の腕が通る長さ、肘の上が通るぐらい。私はここを約13センチ、端は11.5センチ、こっちも同じで、端にマーカーをつけて同じ細編みの数になるようにします。で、これから鎖を編んで、もう一周細編みを編んで、最後に内側を細編みで一周します。それも含めてちょっとだけ内側に狭くなります。こんな感じのハンドルになります。あまり広くしなくても大丈夫です。あまり広いとちょっとバランスが悪いかと思います。ちょうど二の腕が通るぐらいの長さで、これぐらいでやってみます。で、今糸が出ているところからまた続けて編んでいきます。鎖一つで、一つに一つの細編み、このマーカーの手前まで編んでいきます。マーカーの手前まで編んできました。マーカーのところにも細編みを一つ、次はハンドルの長さになる鎖を編んでいきます。で、今回肩にかける長さにする場合は、まず40センチぐらい鎖を編んでいきます。40センチぐらい編んで、でここに仮に留めてみて、で肩にかけてみて、体に合う好みの長さにします。まずだいたい40センチ編んでいきます。で、この時の鎖は少しゆったりと編んでいきます。であれば少し太い針を使って編んでいきます。なければ同じ針でゆったりと編んでいきます。でまず一つ目の鎖、この一つ目の鎖にマーカーをつけておきます。後で縮んで見分けにくくなるのでマーカーをつけておきます。私はこの鎖の裏側につけます。これが一つ目。次は二つ目、三つ、四つと編んでいって、でだいたい40センチ編んで、で肩にかけてみて、でもう少し短くしたり長くしたり体に合う長さにします。鎖編みを38センチ編んできました。私は少し短めにしました。ちなみに鎖の数は42。次はこれを細編みでつなぎます。ねじれていないか確かめます。で、これが最後の鎖。ここにマーカーをつけます。これは後で小さくなって編みづらいのでマーカーをつけておくと便利です。で、元の針に戻って、こっちが鎖、長い糸でマーカーに手前から針を入れます。細編み
これでつながりました。次から普通に一つに一つの細編み。この細編みを続けて反対のマーカーの手前まで、マーカーのところにも細編みを編んで、また鎖編み、こっちと同じ長さだけ鎖を編んでいきます。でまた細編み、一つ目の細編みに引き抜きます。鎖一つでまた細編み、この鎖の出ているこの細編みの一つ二つ手前、ここまで編んでいきます。鎖編みを2本編んで、一つ目のマーカーの手前の手前まで来ました。次はこことここを一つにします。ここに細編みの途中、ここにも細編みの途中、それを一つにします。まずここ細編みの途中までこのまま一つ目の鎖、ここには編まないで一つ目の鎖で、表から針を入れても裏でも大丈夫です。私は裏から細編みの途中、これを一度に引き抜いてなだらかな形になりました。次から一つの鎖に一つずつ細編みをしていきます。まず隣、次も次もで、このまま一つに一つずつ細編みをしていきます。でこのマーカーをつけた最後の細編みの手前まで細編みをしていきます。一つに一つの細編みをしてマーカーの手前まで来ました。またここで2つを1つにします。まず最後の鎖、それとこの鎖の出ている細編みの次、こことここで細編みの途中まで、これが最後の鎖、糸を出して細編みの途中まで、次はこの鎖の出ている細編みの次、隣に細編みの途中まで、この3本を一度に引き抜いて数が1つ減ってなだらかな形になりました。で次からは一つに一つの細編み、普通の細編みを編んでいきます。でこのまま細編みを編んでいって、でまたここでもこの鎖の出ている細編みの隣、こことここを一つにします。で一つずつ編んでいって、ここではこの最後の鎖、こことここ、この鎖の出ている細編みの前と後ろ、これを一つにします。で次は一つに一つの普通の細編み、ここまで編んでいきます。
ハンドル1で1周してきました。最後に針を使って糸始末をします。でこの時糸は少し長めに残して最後の細編みから糸を抜きます。でこれが最初の細編み。その隣に針を入れます。端から1、2、ここに手前から向こう2本の糸の下。でこれが最後の細編み。最後の細編みに上から針を入れます。上から入れて、ここも通って裏。でこれが一つに見えるようにします。で整えたら、あとは裏で隠します。最後にこのハンドルの内側を細編みで一周します。そうするとしっかりとして見た目も良くなります。でまずここぐらいから始めていきます。で一つに一つずつ編んでいくんですが、ここだけ2つを1つにします。ここと同じように2つを1つ、それ以外は1つずつ。ここぐらいから始めていきます。ここら辺からスタートしようかと思います。この角から少しだけ離れたところ、糸を引き出してまた細編みを編んでいきます。鎖1つで根元に細編み。この糸端は編みくるんでも大丈夫です。これが1つ目。隣に2つ目。次は角。こことこの段の端、こことここを1つにします。まずこの端になっているところ、細編みの途中。次はこの段の端のところと目立たなそうなところに入れていきます。で細編みの途中、これを一度に引き抜きます。これで少しなだらかな形になりました。次はここ2本の糸の下に針を入れます。次はここ、ここ、ここ、ここと編んでいきます。一つに一つずつ。次はここ。で、一つずつ細編みをしていきます。でここでまた2つを1つにします。なのでここら辺まで
編んでいきます。反対側の角まで来ました。またここで2つを1つにします。まずこの段の端、次はこの角になっているこの細編み、こことここ、で糸を出して、次はここ、一度に引き抜きます。これで少しなだらかなラインになりました。次から一つずつで、このマーカーの手前まで細編みをして、でさっきと同じように針で隠します。でこれで内側が出来上がったら反対側も同じように編んでいきます。こんな感じに出来上がりました。サイズを測りました。上から下までは27センチ、横幅は37センチ、ハンドルはぐるっと測って50センチ、使った糸は 220g、 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。